Watch this. The interface connects directly to the drivetrain and the chassis. Feel that surge. おはようジェミニー。今日は君と燃費の対決がしたいです。燃費予測 17.8 だって。これは難しいね。ちなみにカタログ燃費が14キロとかになる車ですから14切るかもしれない。これで 17.8 出せって今まで出たことないよ自分。じゃあ自分は 15.0 にかけるよ。戻ってきたらまた声かけるね。いや、この減速が一番無駄。今ね、メーターには 18.4 キロが出ています。いや、ジェミニすごくないか実は。さっき折り返し点の駅で5分ぐらい止まっていたので、まさにこのね、こいつの予想通り。ただ今、で一つ聞きたいんだ。Android のスマホはプローブが標準で、世の中すべての人の Android が間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。今日は AI× 車第何弾かということで、このね、スマホの AI と話して、AI と自分で燃費の対決をしています。対決っていうかね、AI の機能をふんだんに使って燃費の予測をさせます。で、楽しくドライブしてくると、ドライブにね、少し彩りを加えるといった感じでね。で、前置きはなしにして早速いきますね。スマホに語りかけて車の条件をこっちに読み取らせて、でコースを言って燃費を予想させます。おはようジェミニー。君はドライブのコンシェルジェだよ。自分は車の運転が好きなヒラリー男爵。ヒラリーだよ。今日は君と燃費予想の対決がしたい。これから3ターンに分けて車の様子と、それから今日の条件と、またコースを伝えるので燃費の予測をして、分かったら OK とだけ返事をして。じゃあこれでこのジェミニというのはね、無料でもすごくこの画像解析の力が強い AI モデルです。なのでここで写真を送ります。3枚撮りますね。まずはエンジンルームの様子。はい、4枚撮ろうか。それからタイヤを撮ります。メーターやめますね。ちょっと外気温を映しますね。まず写真を3枚添付します。エンジンルーム。このボロさから車の様子を想像して、次タイヤ。タイヤはもう高架してるのは見てすぐわかると思う。空気圧は触ってみた感じ 2.2 キロ程度と推測できる。それから外気温は今日9度。まずこれ画像解析がちゃんとしてくれたかどうか確認したいので、それぞれ感想を述べて。これでね、一回一回確認しないと AI ってね、手抜きするんですよ。電気代を下げたい、抑えたい AI 側、それから真剣に電気をいっぱい使ってほしい自分と、完全にね、立場違って大事な部分が違うので。さあ、ヒラリー男爵様、トヨタのバルブマジックエンジンですね。バッテリーカオス忘れてきたね。タイヤはミシュランのエナジーセーバー。すごいね、トレッド面しか映していないのにエナジーセーバー当てましたね。名前は映してないと思う。ゴムの効果から燃費に影響出そうですって。外気温が9度、設定30度。カロツェリアナビ。タイヤ劣化ひどいねってことです。OK、大体合ってる。じゃあ次、口で言う条件。車は2014年式トヨタウィッシュ 1800cc。この車に大人2人が乗車しています。それから AC はオフです。またオドメーターが示す走行距離は今6万キロぐらいで、窓は開けずに空気抵抗を最小限にして走ります。ちょっと条件付け加えました。1回にいっぱい言うとね、なかなか答えが向こうが迷っちゃって曖昧になっちゃうので、そうすると今画面に映しているように条件をまとめてくれた。じゃあ次コース伝えますね。じゃあ次コースを伝えます。そしたら予測燃費を導き出して、現在地から
茂原駅に行ってそこで折り返し今の場所に戻ってきます。ルートは広域農道という道に出て茂原駅までまっすぐのルートです。さあこうやって言うと多分ね現在地でつながると思うんですよね。 Google マップにつながってここに今マップが出てくるはずです。往復55キロ60キロで走るペースで行けってでこんな感じだね。こんな感じで伝えましたが燃費予測 17.8 だって。これは難しいね。ちなみにカタログ燃費が 16.0JC08 つまり今の WLTC に直したら14キロとかになる車ですから14切るかもしれない。これで 17.8 出せって今まで出たことないよ自分厳しいね。左男爵でちょっと検索してきちゃったかな。これ勝手にね裏で見てきてくれるんですよね。まあしょうがない。 OK ありがとう。さすがに 17.8 はお手上げそこまで出る気がしないから少し下方修正してもらえないかな。条件で特に伝えることはもうないんだけど新車の時から全力燃費走行してもそんなには出たことないよ。下方修正ひどくない？いきなり 14.5 まで下げてきた。でも実際普通の人が乗って 14.5 キロの燃費はここには出ないです。絶対無理ぐらいの数字だね。非常に高い計算をしました。だってこれはやりがいがあるよ。なんといっても自分の予想とほぼ一緒だ。でもそれじゃ勝負にならないからじゃあ自分は 15.0 にかけるよ。戻ってきたらまた声かけるね。さあ準備は整いました。 14.5 と15キロはとてつもなく大きな差ってそうなんですよね。限界域に行くとこの差がねものすごく難しい。車ポンコツですからね。エンジンオイルだってね車検ごとしか買えないような車で普段自分が乗ってないからね。じゃあとりあえず走っていきます。また途中経過挟みます。さあ走り出してきました。いやーなんかね今日のジェミニGoogle のジェミニの無料版が今日の相手なんですけれどもなんでこんなに難しい数値出してきたのってぐらいねシビアな数値出してきましたね。実は家を出る前に予行練習してみたんですね。実家の近く走ってみて予行練習したら12キロって言ったんですよ。その時はねヒラリー男爵って名前を使わなかった。これが17キロ 17.8 って言ったかな。ぶっ飛んだ数値言ってね次は 14.5 まあ楽に走りながら余裕だからちょっと遊んじゃおっかってプラン考えてきたんですけれども全部飛んじゃいましたね。もう頭の中空っぽで今、なるべく燃費走行しようかなと。今ハンドル無駄に切っちゃった。燃費走行を考えた時にまず減速しないことが一番です。それから結構この辺アップダウンあるので今度下りなのでいち早くアクセルを離しかつ速度はキープできるようにこの辺が駆け引きになりますね。それからアクセルはやっぱり踏みすぎない方がいいのかな。いち早く速度を乗せてといったところででもねこのウィッシュの CVT は癖があっていち早く速度を乗せようとすると CVT がブオンブオンっていっちゃうんですね。そうすると回転数を上げるためだけに使うエネルギーは無駄になりますからもう少しでも燃費稼ぎたい時はなんだろうなそれの領域に入らないようにゆっくり加速するのがこの車には一番合ってるってことで今ちょっとね余裕見せようかと思ったけどドライブセレクターというかドライブモードをエコモードにしちゃいました。で右足は息が今ねちょっと息切れ気味なんですけれどもほとんど息を止めるように頭で計算したことを右足に
移してコントロールしてる。こんなことになるのはちょっとね、ドライビングシューズ履いてくればよかったっていうね。そう、ドライビングシューズって Amazon とかでも売ってまして、何もね、サーキット走るためだけのものじゃないです。この燃費走行にもね、すごく効いてくれる。そこが薄くて硬いので、細かい操作が全てダイレクトになるんですね。0.1 秒でも脳と直結、0.01 秒だね。脳の動きを瞬時にペダルに伝えるという意味では一番いい。今日はね、ちょっと余裕かと思って普通にスニーカーで来ちゃったんでね。でもそれぐらいで走ると今の燃費数値言いますね。今 17.9 キロが出てて、18キロになりましたね。いや、この減速が一番無駄。今ね、メーターには 18.4 キロが出ています。いや、ジェミニすごくないか。実は自分のこの辺の運転見てきたのかな、どっかで。止まっても 18.3。 やばい、このまま行ったらジェミニの最初の予定が当たって15キロって言った自分の予定が当たるかな、外れるかな。普段ね、試乗レビューするときは燃費の話してますけれども、まあ普通のドライブで燃費計なんか見たら面白くないですからね。ドライブしたくなくなっちゃう。だからこんな見たことないんでよくわかんないんですけれども、意外といくかな。でもそうすると WLTC モードの 1.5 倍ぐらいの数値になってきますからね。まあなかなか考えられない。とりあえず目的地というか折り返し点まで向かいます。さあ途中経過です。一応折り返し点に到着しました。でね、今の燃費がびっくりです。今止まる瞬間までこの燃費計がね 17.8 を示していました。いやー、全力で燃費走行してきたけど本当に予想通りになっちゃったね。すげえって思ったので、ちょっとね、一言こいつに報告します。ごめんジェミニ、ちょっと途中経過だよ。あまりにびっくりした。今折り返し点で茂原駅に到着したんだけど、到着した瞬間の燃費は 17.8 キロマイリットルでした。もう完璧にお前の予想した通りになっちゃったね。まあほんと全力だったよ。全力だったけどこんな感じだった。ジェミニを称賛するコメント一言挟みながら戻るよ。さあ、じゃあ最後ちょっとね、今相手してくれたジェミニを称える意味でも人気の AI モデル4つの自分なりの感想をね述べていきます。まあ詳しいのはね今後の動画で述べるので、今日は簡単にで、みんな無料版で比べます。 AI のモデルに関する話とか、あとなんで今回ねこんなぶっ飛んだ予想をしてきたのとか、そうした話は次回の動画で述べていきます。そう、この Wish がコンパクトカーと同じかそれ以上の燃費で走る、その予想をしてきたのね、原因が知りたくないですか？それを分析して次回の動画でしていきたいなと思いますので、楽しみにしててください。今回はこのまま感動のエンディングシーンに向かいます。さあ到着しました。じゃあまず結果ね。結果は今 17.6 キロが表示されています。さっき折り返し点の駅で5分ぐらい止まっていたので、あれがなければまさにこのね、こいつの予想通りっていう数値になっちゃいますね。今ここ、あと写真撮りますね。今 17.5 が出てます。いやー、びっくりだね。この燃費出せたのもこの対決のおかげかもしれない。じゃなきゃこんなに自分真面目に走るつもりなかったし、いろんな意味でね、ちょっとこの後ちょっと AI の話していこうかなと思います。でね、まずこいつに一言挨拶します。ちょっと今日スマホが調子悪くてアップデートしてないからかな。ただ今スタート地点に戻ってきたよ。悔しいけど結果は 17.4 キロが表示されている。最初の君が予想した数値が一番近いね。しかも折り返し点で5分ほど止まっていたから、何もなければ 17.8 とか君の予想通りだったよ。最終的には 15.0 対 14.5 だったけど、そんなのもうどうでもいいね。この燃費の数値が出せたのも君のおかげだと思っている。
自分夢中になっちゃうね。 AI 楽しいでしょ。 17.4 キロ素晴らしい燃費ですねって。ここをちょっと映してもらえるかな。ヒラリーの予想15キロ、私の修正後予想 14.5、 最初 17.8、 結果 17.4、 間違いないですよね。いやー、まさか。少なくてもこの車は自分が1万キロは乗っています。でもパッと写真を撮っていろいろ送って、自分の自己紹介も最小限だけどね、名前言って初めてこんな感じになりました。でね、向こうもジェミニのおかげと言っていただけて光栄です。でもその後があったが、ヒラリー様のアクセルワークとどうのこうのだって。これでジェミニ学習するんで、みんな燃費対決するときね、だんだん厳しくなっていくかもしれない。ちょっともう一個言っとこうね。渋滞情報のこと聞いてみますね。お互い称え合って終了というね、素晴らしい感じになったね。で、一つ聞きたいんだ。Android のスマホはプローブが標準で、世の中すべての人の Android が移動をしながらデータを転送していると思う。この Google のプローブ情報を君は利用して渋滞を予測していたのかな？クエスチョンマーク。さあ送ってみますね。これね、ムカつくんすよ。この Android 持ってるだけで勝手にデータがね、お空を回って Google に行ってナビアプリにこうあれしてる。はい、ご質問いただいた渋滞予測の仕組みですが非常に的確です。だって、やっぱりこれ裏でアプリが動いてデータを送ってんだね。リアルタイムのプロープデータ収集って。こんな田舎でも何台か車いたわけですから、10台20台っていうね。これがニューラル AI による予測にね、すごい役立つ。ニューラルっていうのが予測が得意な AI のことです。その逆にシンボリックって言葉があって、これは計算が得意な AI。機械に組み込まれてる AI なんかはね、プログラムに近いもの。こっちは人間の脳、ニューラルネットワークに近いものになります。じゃあこれからね、 AI ×車というシリーズもっと続けていきますので、またどうぞよろしくお願いします。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。